元気に楽しくレッツお絵かき。はい、どうもニノです。今回はスタジオジブリの隣のトトロを描いていきたいと思います。最初に軽く線を描いたあたりを目安にしっかりと下書きを描いていきますよ。ちなみにこのチャンネルは元気に楽しくをモットーにいろんなアニメや漫画のキャラを水彩絵の具とつけペンを使ってはがきサイズの紙に描いていくイラストメイキング動画を投稿しているチャンネルとなってます。コピックという便利なペンやデジタルが進んだこの時代、なぜ今水彩絵の具とつけペンで描くのか。それはもちろんいろんな道具を使って描いた方が楽しいから。少しでもこの動画を見てお絵かきしたいと思ってくれる人を増やすのが私の夢であります。ぜひ最後までゆっくり見ていってね。さて今回のイラストはスタジオジブリの隣のトトロ。だいぶ前にラピュタのイラストを描いたっきりで、ジブリのイラストも描いてみたいなぁとずっと思ってたんで、今回は隣のトトロのイラストを選びましたよ。で、見てわかる通り紙がはがきサイズなんで、トトロに捕まってるサツキとメイの2人を描くのがめちゃくちゃ細かいこと。もう描くの大変でしたよ。そしてこのトトロの顔もぼーっとした表情かと思いきや、微妙に笑った顔をしてるんで、うまく描くのが大変でした。下書きが完成して次は色塗り。背景を塗っていきます。ジブリといえば背景と言っても過言ではないくらいしっかりと細かいところまで描かれている背景。そして今回の最も難しいところがこの背景。まずは空。ある程度枠取りして紫色を塗ります。境界線を水を含んだ筆でこすりぼかしつつ、雲に暗い色を塗り影を入れていきます。そして木ってほんと描くの難しくてめちゃくちゃ苦手なんですが、お絵描き上達のため頑張って描きますよ。最初に明るい緑を塗って少し濃いめの緑を点々を描くように筆を置く感じで塗っていきます。そしてだんだんと濃い色を上から重ね、時々水を含んだ筆でぼかしたり、ティッシュで拭き取りながら様子を見ながら塗っていきます。ただ今思えば色をぼかすんなら濃い色から塗っていき、最後に明るい色を塗ればよかったかなと思っちゃいましたが、その辺はまた次回のお楽しみですね。
空が薄すぎた気がしたんで、もう一度上から紫色を塗りました。奇跡的に背景が塗り終えたところで、次はキャラを塗っていきます。最初に薄い色を塗っていき、だんだんと濃い色を重ねて塗っていきますよ。色塗りで大変だったところは、このトトロの体の色。やっぱりね、色を混ぜて塗ると、途中で色が分離してくるのか、ちゃんとした色にならなくて、色ムラが出てくるんですよ。また色がなくなったらその度にいちいち色を混ぜるんで、前と少し違った色になったりと、まあ少々色ムラが出た方が味のあるイラストになったりもするんで、いいのか悪いのか難しいところですけどね。それでは最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。そして G ペンで細かい塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。前回はペンが太すぎて白目になってしまったんで、今回は筆で白色を塗りました。最後にサインを入れて、はい、完成しました。はい、というわけで今回のイラストはスタジオジブリの隣のトトロでした。皆さんいかがでしたでしょうか？ちなみにこちらが元絵。そして私が描いたイラスト。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。